皆さんこんにちは。お手紙ヤギです。ゴールデンウィークの最後の土曜日に撮っています。皆さんお休み満喫されましたか？今日もお散歩中にお花摘んできました。これは白爪草です。今ね、運動公園なんか広いところに行くと本当白爪草がいっぱい咲いてますね。それで私いつも白爪草を見つけると四つ葉のクローバーを探してしまうんですけど、今日はなんと四つ葉のクローバー見つけてしまいました。見つけてやったと思って早速本の間に挟んでしおりか何かにしようかなと思って取っておいてます。すごく嬉しい。なかなか見つからないですよね、四つ葉のクローバー。何かいいことがありそうで嬉しかったです。なんか四つ葉のクローバーのモチーフがすごい好きで、LINE の絵文字とかもよくクローバー使ったり、あとこういうこれって何なのかわかんないけど、なんかインテリアのモチーフみたいなのも見つけたら買っちゃったりしますね。あと昔見つけたクローバー、シーグラスの上に貼り付けてインテリアにしたりしてます。で、今日はエピソード1で紹介したニットプロの付け替え輪針のトレンズっていうシリーズなんですけど、これを使ってみて感じたことがあったので、皆さんにシェアしようかなって思いました。これ一番細い 3.5mm を今使ってるんですけど、なんかこれね、コードに取り付けるときにキーでこうグッグって回すタイプなんですけど、これ回したときにこの金属部分と樹脂の部分の間、ここがくるって回っちゃったんですよ。なんでもしかしたらこう反対方向に引っ張る強い力が働くとスポッて抜けちゃうのかなってちょっと思ったんですよね。ただ、そういう風に力がかかることって普通に編んでる時ってないと思うので、今のところ問題なく使えてるんですけど、ちょっとそこが心配になった点。あともう一つはこれちょっとわかるかな、やっぱちょっとたわむんですよね。これは私は太い号数の針では感じなかったんですよね。もともと太い号数のトレンツの針を持っていて、すごいお気に入りだったので細いのも買ってみたんですけど、太い号数、これは 7mm と 9mm、 これを使ってる時にはなんかたわまないので、やっぱ太い針だとたわまないけど、これだけ細くなるとこんな風にたわんじゃうんですよね。ただなので模様編みとかアラン模様とかあまりこうグッて
針を握る手に力の入るような編み方のものには向いてないのかもしれないなと思いました。ただ普通にこうどんどんメリヤス編みみたいな感じでシンプルな編み地だと全然問題なく使えますね。なんかこのトレンズっていう針はなので強度的にはステンレスの針とかと比べると若干劣るのかもしれないんですけど、私このクリアな可愛さにすごい惚れてお気に入りなので、まあ壊れないように大事に使っていきたいなと思っているところです。そして今日は編みながらおしゃべりしようと思うんですけど、今編んでいるのはプチニットさんのデザインしたソフィースカーフっていうパターンを先日購入して編んでいます。これとってもいいパターン。なんか隙間時間にサクサク編めちゃう感じで、糸の量もそんなに使わないんですよ。私今この糸はエピソード4だっけ、春夏の糸を在庫整理した時にちょっとご紹介したクラウディデイカーディっていうウェアを編んだ時に使った糸で、ラ・ドログリーさんっていうお店のカレイドっていう竹 92% コットン 8% だっけのさらっとした手触りがひんやりしたすごく肌触りのいい糸で、これが 100g ぐらい余ってたんですね。なのでちょうどいいかもと思って使い始めたんですけど、実は今編んでるのは2枚目なんです。すでに1枚できていて、プレゼント用に作ったんですけどすごく良かったので自分用にも欲しくなって2枚目編んでるところなんですけど、これ1枚で何グラムだっけ、50g ちょっと足りないぐらい 46.6g でした。でゲージはパターン通りぐらいの仕上がりで編んだんですけど、なのでウェアとか編むのに毛糸を買うときに足りなくなったら嫌だなと思って1玉とか2玉ぐらい多めに買ったりすることよくあると思うんですけど、それで中途半端に糸が余ることよくあると思うんですけど、そういう余った糸の活用にちょうどいい量で仕上がるパターンなんですね。それに余った糸の量に合わせて調節もしやすいパターンになっていてすごくいいなと思いました。でデザインもすごく可愛い。つけるとこんな感じになります。こんな感じ。なんか私が作ってるみたいに春夏用の糸で作ったら首元の日焼け防止とかにちょうどいいし、ウールで編んだとしてもちょっと肌寒くなってくるような季節にさらっと巻くだけで結構暖かいんじゃないかなって思いましたね。余った糸で作ってもいいし、このカレイドっていう糸すごくこのパターンと相性いいなと思ったので、もし気になった方はぜひ
というかラ・ドログリーさんのお店が日本国内で3カ所しかないんですね。京都と大阪と東京なので、ちょっとおすすめ遠い方はごめんなさいなんですけど、近くにお店に行けるぐらい近くにお住まいの方でこの糸が気になった方はぜひお店に行って手触りとか確かめてみたらいいんじゃないかなと思います。でこのパターンですね、すごくシンプル、可愛いんだけどシンプルなデザインなので、頑張れば自分で一から作れそうな気がしなくもないっていうふうに思って、前々から気になっていたもののパターンを購入するのはちょっと迷ってたんですね。だけど、近々人にプレゼントする予定ができて、プレゼントする予定ができたので、やっぱ一から自分で作ると、これぐらいシンプルなデザインだとしても、例えばこのこの端からだんだん増えてくピッチであったり、こういうエッジの編み方とか一つにしても一から作るとなると結構手間も時間もかかったりするじゃないですか。なんでプチニットさんのデザインってその考える時間を買うみたいな感覚が私は少しあって、そんなものすごい難しい、どうやって編むのかパターンを見ないと絶対わからないみたいなデザインではなくて、プチニットさんのデザインってどっちかというとシンプルなんだけど可愛くてワードローブに合わせやすいみたいな実用的なパターンが多いと思うんですよね。でそのプチニットさんのデザインは私の好みにすごく合っているので、まだこのソフィースカーフと、あともう一つテラッツォスウェーターっていうのを購入して編んで、まだ2つのパターンしか編んだことないんですけど、またいろいろお気に入りにいっぱい登録してあるので、ちょこちょこ購入して編んでいきたいなと思っています。それでですね、もう一つ紹介したいものがあって、それがこちら、ドドン、これです。ラ・ドログリーさんのカレイド、この糸とこのソフィースカーフの相性が良すぎて、自分用に色違いも欲しいなとか思い始めちゃってせっかく夏糸を順調に減らせてるのにまた買っちゃいました。まあね、買っても使えばいいんですもんねということで、編みながらおしゃべりしていこうと思います。そういえば私YouTube のこういう雑談動画を撮り始めてもう6本目になるんですけど、そういえば自己紹介をしていなかったので、軽く自己紹介しようかなと思うんですけど、緊張しますね私は関東に住んでいる40代の主婦で、編み物は、子供の時からやっています。
初めて編み針を持ったのは多分小学校の3、4年生の時だったと思います。学校で何か一つクラブ活動に参加しないといけないっていうルールがあって、それで手芸クラブに入ったんですね、私は。おばがパタンナーをやっていて、でそれでうちの母が父方のおばなんですけど、おばに裁縫を習って自分の洋服を自分で縫ったりとかしていて、結構その手仕事に触れる機会があったので、自然と編み物に興味を持ったっていう感じですね。で初めて編んだのは確かマフラーだったと思います。ガーター編みのマフラーを編んだと思います。なので結構その初めて編み針を持ってからの年月は長いんですけど、全然編み物をしてなかった期間もあるので、実際はだから20代の半ばぐらいから30代の後半ぐらいまでは編み物してなかったので、どんぐらいでしょうね、15年ぐらいなのかな、実質は。で今は棒針メインで、棒針8割ぐらいで、たまにかぎ針、すごくたまにアフガン針みたいな感じなんですけど、20代の前半ぐらいはかぎ針ばっかりやってた時期がありましたね。グラニーモチーフにめっちゃハマったんですよね。それでひたすらグラニーモチーフを編んでた時期がありました。で、20代の半ばから30代の間はなんていうか、他にいろんな楽しいことがあったりとか、あとは私氷河期世代ど真ん中って感じなので、なかなか社会人になってからお金の余裕が趣味にかけるお金がそんなになかったっていうのもあって、やっぱ結構お金かかる趣味ではあるじゃないですか、編み物って。で時間もすごくかかるしっていうので、その頃の自分にあまりマッチしない趣味だったっていうのもあって、もうね10年ぐらい、10年とか15年とか編み物全然しなかった期間があったと思います。たまには何かしらちっちゃいものを編んだりはしてた記憶があるんですけど、そうですね、編み物から離れてた期間もあって、間違えちゃった、あったんですけど、つい数年前、コロナになる少し前ぐらいからまた編み物をやるようになったんですよね。何きっかけだったのかな。そうだ、
数年前に結婚したんですよ。それでもう子供を望んでいたんですけど、自然には授かりにくい年齢にその時すでになっていたので、不妊治療をしてたんですね。で、その不妊治療をして病院に通院してる期間、待ち時間とかすごく長かったりするので、何か待ってる間にその気軽にできる暇つぶしみたいなのがあったらいいなっていうことで、そういえば私編み物やってたじゃんってなって、押し入れの奥から使ってた道具をまだ持っていたので引っ張り出して編み始めたっていうのが編み物を再開したきっかけでしたね。それで編み物再開して、編み物好きな人が集まるコミュニティなんかに参加したりもして、そこで今の編み物の道具とかすごい進化していることを知ったり、今まで一人で部屋でコツコツやっていた趣味が仲間と一緒にワイワイできる趣味になって、それでハマって今に至るっていう感じですね。なんか昔は結構昔は編み物何か編んだり編み方を知りたいってなった時に書籍しか方法がなかったと思うんですけど、編み物を再開して十何年とかぶりに編み物を再開して、 YouTube で最近の編み物の初心者さんたちは YouTube でその編み方であったり技法であったりを情報収集するっていうのを知って、なんかすごく浦島太郎な気分になったのを覚えてます。それに道具もすごく進化していて、今がっつり輪針を使ってるんですけど、私がまだ20代前半ぐらいの時にもう一応輪針は存在してたんですけど、その頃の輪針ってこんな使いやすくなくて、なんかプラスチックの編み針にこのコードのところはプラスチックの針と一体型になっていて、なんか同じ素材でずっと続いてて、コードの部分はなんていうか平べったいきしめんみたいな感じの素材だったと思います。で、その長さとかも変えられない付け替え輪針みたいなものがなかったし、そのちょうどいい長さの輪針が欲しいと思ったらその一個一個その長さを揃えていくしかなくて、でしかもものすごく編みづらかったし、なんかそういう感じの印象が残ってたので、輪針使いにくいじゃんみたいな、編み物再開してしばらくはその昔のイメージがあったので、まだ輪針を敬遠してたんですけど、
なんかそんなことないっていうことにだんだん気づき始めて、輪針を新調してみたらすごいめちゃくちゃ使いやすくてびっくりしました。それで今や編み物にハマってるだけじゃなくて、なんか道具の沼にもハマって生きかけてますね。それでは今日はこの辺にしようかなと思います。皆さん編み物時間楽しんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。